今回は油や小麦粉を使わずに作る手作りカレールーの作り方をご紹介します。市販のルーは手軽で美味しいですが、脂質や添加物が少し気になるという方もいらっしゃるかもしれません。手作りにするとスパイスの香りがふんわりと立ち、体にも優しいすっきりとしたカレーに仕上がります。混ぜるだけで簡単に作れますので、ぜひ最後までお楽しみください。早速カレールーを作ります。米粉を大さじ5杯。今回はグルテンフリーのカレールーということで米粉で作っていますが、米粉がない場合は小麦粉で代用できます。無糖のココアを大さじ1。次はカレー粉を大さじ2杯入れます。スーパーで手軽に手に入るこちらのカレー粉は大さじ2杯入れると私には少し辛すぎるため、唐辛子が入っていないカレー粉とブレンドして使いたいと思います。小さじを使用したので3倍入れています。次はコンソメです。大さじ1入れます。お水を大さじ2。一度全体がなじむ程度に軽く混ぜておきます。お味噌を大さじ1。黒めのお味噌を使うと市販のルーのような濃い色合いのカレーに仕上がります。今回は八丁味噌を使っていますが、お好みの味噌で代用してください。めんつゆを大さじ2。中濃ソースを大さじ3入れます。我が家ではソースをあまり使わないため、賞味期限内に使い切れないことがあり、いつもタッパーに入れて冷凍保存しています。フルーティーさと自然な甘みを加えるためにリンゴを半分すりおろして加えます。皮付きのまますりおろしても問題ありません。最悪リンゴは入れなくても大丈夫ですが、入れることでコクとまろやかさが増し、より食べやすい味わいに仕上がります。全体をしっかり混ぜましょう。今回は手で混ぜて作りましたが、フードプロセッサーやミキサーをお持ちの方は材料をすべて入れて攪拌していただいても大丈夫です。すべて混ぜたら保存容器や保存袋に移します。ラップで包むだけでも大丈夫です。リンゴを加えるかどうかで仕上がりの量が少し変わってきます。リンゴを入れないとこの容器の半分くらいの量です。あとはこのまま冷凍保存しておき、使う時に市販のルーのようにカレーに加えるだけで OK です。もちろん冷凍せずに混ぜたらすぐに使うこともできます。冷凍で2ヶ月くらいは持つので、多めに作っておいて冷凍ストックしておくと便利です。固まるとこんな感じになります。だいたい市販のカレールーと同じくらいなので、4、5皿分のカレーができます。半分で作りたいときは半量だけ取り出せるので、この容器も意外と便利です。このカレールーを使ってカレーを作ります。大きめの玉ねぎを1個、じゃがいもは2個、人参は1本使いました。具材はお好みのものを入れてください。お肉は豚肩ロースの塊を用意しました。手作りカレールーは油分を使っていないため、市販のルーに比べるとコクはやや控えめです。
その分豚バラ肉など脂の多いお肉を使うとコクが増してより美味しく仕上がります。お鍋に入れたら塩コショウをしてお肉に下味をつけておきます。塩コショウをなじませたら中火にかけてお肉を炒めます。お肉の脂が出てくるまで炒めたら硬くなりすぎないように一度取り出しました。お肉の脂を利用して玉ねぎを炒めます。お塩を2つまみ、玉ねぎを炒めるときにお塩を入れると水分が出て早くしんなりし、甘みを引き立たせる効果があります。飴色玉ねぎを作るのに弱火で時間をかける必要はありません。強めの中火で手早く炒めていきましょう。3分から5分くらい炒めると玉ねぎがだいぶ色づいてきました。炒めているとこんな感じで玉ねぎの水分が蒸発して鍋底に糖分や繊維が張り付いて軽く焦げてきます。これはメイラード反応といって食材に含まれている糖やタンパク質、アミノ酸などが加熱されることで褐色になり香りが出る反応なので問題ありません。ここでお水をお玉1杯分くらい加えてください。おおよそ 100ml くらいです。鍋肌にくっついた玉ねぎの成分が水に溶け出すことで玉ねぎ全体がさらに濃い色に染まります。水分が足りなければ適量加え、鍋肌に残った旨味も玉ねぎでしっかり絡めて取り込みます。次にすりおろした生姜とニンニクを加えます。切った野菜も加えたら中火で炒めていきましょう。全体に油が回るまで中火で炒めます。3分ほど炒めたら水 800ml を加えます。先ほど炒めたお肉も戻し入れたら沸騰するまで強火にかけ、アクが出てきたら取り除いてください。今回はあまりアクが出なかったのでそのまま蓋をして火を弱め、野菜が柔らかくなるまで約15から20分煮込みました。ここにカレールーを入れたらとろみが出るまで弱火で5分ほど煮込みます。市販のカレールーには色を整えるカラメル色素などの添加物が入っていますが、この手作りルーはココアと八丁味噌のおかげでまるでお店のカレーのような深い色合いに仕上がります。煮込んでいてとろみが足りないと感じた場合は少量の水溶き米粉を加えて調整してください。個人的には1日置いた方が味が馴染んで美味しくなると感じるので、冷めてから冷蔵庫で1日寝かせます。もちろん作ったその日でもすぐに食べられますので、お好みで召し上がってください。1日寝かせました。冷やしたカレーは鍋底が焦げやすいので混ぜてから加熱しましょう。我が家のカレーはいつも定番の具材で作ることが多いですが、カレーはご家庭ごとに具材や味付けが違うお料理なので、皆さんが作るカレーのこだわりや工夫があればコメントでぜひ教えてください。ルーから作る手作りカレーの完成です。
市販のカレールーのように小麦粉や油を使っていないので、冷めても重たくなりすぎず、さらっとした口当たりなのが特徴です。でも味わいはしっかり深く、味噌やココアが絶妙なコクを出しています。余ったカレーは冷蔵庫で 2,3 日、冷凍すれば2週間ほど保存可能です。コクが足りないと感じたときは、牛脂やバターをプラスすると味が一段深まりますので、物足りなさを感じたときはぜひ試してみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。